皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ロシア、ウクライナともになのですが、多くのキリスト教徒がいます。これらの人々は東方正教会系の人々で、今はキリスト教の復活祭の時期にあたります。この復活祭に合わせて30時間の休戦といったものをプーチン大統領が一方的に宣言、それに伴う外交戦といったものがかなり激しくなっています。プーチン大統領がなぜ一方的に休戦の呼びかけを行ったのか、そのあたりについての解説をしておきましょう。また、後半の最後の方では、現在ロシア軍が北方領土周辺での訓練を行うと発表していますから、そのあたりの情報も少しだけ取り上げていきます。プーチン大統領が一方的に休戦の呼びかけを行ったのは、トランプ大統領の発言をもとにしています。産経新聞、愚かだと言って手を引くだけだ。トランプ氏、ウクライナ停戦交渉をめくり、当事国に圧力。トランプ大統領は、ロシアのウクライナ侵略で続く戦争の停戦交渉をめぐり、当事国が協力せずに、停戦を困難にする場合は、仲介を打ち切る可能性に言及した。戦争終結を目指す考えを改めて示しつつ、和平実現に向け、アメリカの仲介に応じるよう圧力をかけた。トランプ氏は、一方の当事国が停戦を非常に難しくする場合、アメリカは、あなたは愚かだと言って手を引くだけだと語った。停戦交渉の仲介を打ち切る可能性をちらつかせることで、ロシアとウクライナに交渉で譲歩するよう迫った形だ。また、戦争終結が実現可能か、ロシアとウクライナなどの対応を見極める期間に関しては、具体的な日数は考えていないが、早期だと説明した。平和を我々は実現したい。人々が命を落としているとも述べ、対応を促した。停戦交渉を仲介するルビオアメリカ国務長官はこれに先立ち、もし停戦が実現しないのであれば、おそらくトランプ氏はもう終わりだと言うだろうと記者団に述べ、停戦交渉の仲介努力を何週間も何ヶ月も続けるつもりはないと強調していた。トランプ政権は、ウクライナやヨーロッパの関係国に対し、和平実現に向けた枠組みを説明した。アメリカのブルームバーグ通信によると、実現した場合に計画する対ロシア経済制裁緩和の条件を提示。ロシアが占領したウクライナ領は、ロシアの支配下に残す内容だという。もうアメリカは手を引くかもしれないと発言したわけですが、まさにこれを受けてプーチン大統領が動きました。プーチン大統領復活祭に合わせて30時間の停戦を一方的に宣言。プーチン大統領は20日のキリスト教の復活祭に合わせて30時間の停戦を一方的に宣言しました。これに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが停戦を実行するなら応じる考えを示した上で、復活祭以降も停戦を延長するよう提案しました。プーチン大統領は、ゲラシモフ参謀総長に対し、人道的配慮に基づき、キリスト教の復活祭での停戦を宣言すると述べました。停戦の期間は復活祭に合わせて30時間で、すべての敵対行為を停止するよう命じました。ロシア側による停戦は、ウクライナ側も戦闘を一時的にやめることが条件だとしています。プーチン大統領は、おととし1月、ロシア正教のクリスマスに合わせて36時間の停戦を一方的に宣言しましたが、ウクライナでは攻撃が繰り返された経緯もあり、今回もどこまで停戦が実現するかは不透明です。そして、一方的な一時停戦の宣言があった後も、戦場においては特に何も変わらない日常が続いているようです。ゼレンスキー大統領砲撃は止まっていない。復活祭の20日以降も停戦継続を提案。ゼレンスキー大統領は SNS への投稿で復活祭に合わせた30時間の一時停戦をプーチン大統領が宣言したにもかかわらず、ロシア軍の砲撃は止まっていないと指摘した。ロシア軍が攻撃を続ける限り、停戦には応じられないとの考えを示した。ウクライナ軍のシルスキー総司令官の報告を受け、現時点でロシア軍の攻撃作戦は前線のいくつかの地域で継続しており、砲撃は止まっていないと明らかにした。モスクワの言葉は信頼できないと強調。攻撃の内容については、ゼレンスキー大統領がネットに公開しています。シルスキー司令官の報告、最前線の様々な方面においてロシア軍による砲撃が昨日午後6時から本日午前0時までの間に387回、攻撃は19回発生、ロシア軍によるドローンの攻撃は290回だとのことです。復活祭朝の時点でロシア軍は停戦の印象を全体的に作り出そうとしているものの、一部の地域では依然としてウクライナへの侵攻と損害を与えようとする散発的な試みが続いていると総じて言える。ロシアは
停戦条件を完全に遵守しなければならない。ウクライナが提案した今夜深夜から30日間の停戦実施延長の提案は引き続き検討対象となっている。我々は現地の実情に応じて行動すると話した。今回のプーチン大統領の一方的な一時停戦の呼びかけは、あくまでも外交の駆け引きとして行われているもので、実際に停戦しようという意思はそもそもないでしょう。というのも、プーチン大統領が一時停戦を呼びかけたその直後から、特にロシア軍の攻撃が止まった形跡といったものがないからです。前線における砲撃戦といったものは引き続き行われましたし、また、ロシア本国領内から飛んでくる長射程の大型ドローンシャヘドもまたウクライナの各地に空襲しにやってきています。事前にロシア側でいつからいつまできちんと停戦するんだぞといった計画が練られているのであれば、そしてそのような命令が実際に伝達されているのであれば、このような連続的な攻撃が続いていることを説明することは無理でしょう。あくまでもプーチン大統領の発言というものはトランプ大統領に向けてのアピールの一環だと考えられます。トランプ大統領は停戦協議を行うにあたって、ロシアとウクライナ双方に対する圧力をかけているわけですが、しかしそれは均等なものではありません。ロシア側に対しては、なるべくロシアの利益を守るようにと様々な好条件を提示した上で、停戦にこぎつけたいものとしています。今回記事の最後の方に出てきたのは、ロシアによるクリミア支配をアメリカが容認するかもしれないといった話と、停戦協議が成立した後においては、アメリカがかけてきたロシアに対する制裁を緩和するといった話なども出てきています。一方において、特にウクライナ側に対しては何ら安全保障の約束などもしていませんし、支援の話も出ていません。あくまでもロシアに対する譲歩といったものを見せることによって、プーチン大統領の考えを少しでも変えさせようとしているわけです。プーチン大統領としてはこのように黙っていればどんどんとアメリカが譲歩してくれる状態なわけですから、特にこのまま停戦を受け入れる理由はありません。しかし、プーチン大統領は同時にトランプ大統領を怒らせないような形で外交を進めていくことには神経を使っています。その表れとして出たのが今回の停戦の呼びかけです。ロシア軍の方はもうこの期間において攻撃を行わないんだぞ。私たちにはあたかもトランプ大統領の呼びかけに応じて停戦することができるかもしれないという雰囲気を作り出そうとしているわけです。しかしそれはあくまでも見た目上の雰囲気だけで実際の戦闘行為をやめる気は全くなかったわけです。そのためにゼレンスキー大統領は砲撃が何件あったであるとか、どこで交戦があったといったような話をして、ロシア側からの攻撃は全然止まっていないじゃないかといった話をしているわけです。ただし、ウクライナの前線はもう1000キロ以上の非常に長大な長さがありますから、プーチン大統領が一時停戦といった話をした後になって、これで少し休むかといったような部隊もあるでしょう。ですから、攻撃が続いている地域と攻撃が一応止まった地域といったもののバラバラな状態になっています。一応プーチン大統領が休んでいいと言われたので、この機会に休んでしまおうと現場の兵士たちが思ったとしても別に不思議な話ではありません。すでに前線では戦闘が継続している以上、この停戦の呼びかけといったものは、あくまでも外交上の話であって、前線全体における状態を大きく改善するものとはならないはずです。さて、ロシア軍の動向なのですが、日本とも関わりがあります。ロシアが北海道近海で軍事演習を通告、無害通行権停止も日本政府は抗議。ロシアが北海道近海を含む広範な海域で軍事演習を行うと通告し、日本政府が抗議したことが分かった。外務省などによると、演習の指定地域は北方領土も含む海域で近年では異例の広範囲という。ロシアは北方領土の周辺海域で日本船舶を含む各国の無害通行権を停止しており、日本政府は動向に警戒を強めている。ロシア側は北海道近海や北方領土を含む海域で22日まで射撃訓練を行うと通告した。外務省は今回の射撃訓練を含む北方四島におけるロシアによる軍備強化の動きは我が国の立場と相入れず受け入れられないと厳重に抗議した。ロシア軍の演習の指定地域には北海道東方に加え、歯舞群島、国後島、色丹島などの海域が含まれており、政府関係者はこれほど日本に近接し、広範囲の演習通告は近年なかったとしている。一方、ロシアは6月に自衛隊が北海道で実施予定のミサイル発射訓練をめぐり、外交ルートで日本側に抗議してきた。ロシア側は日本のミサイル訓練を挑発的軍事活動などと批判したという。
ロシアはウクライナに侵略することに伴って多くの戦力がウクライナに釘付けになっています。しかし、海軍艦艇について言えばその縛りはありません。というのも、ロシアの黒海艦隊は黒海にいますから、そこから離れることができませんが、それ以外の海域に配備されている艦艇については、新たに黒海に軍艦を派遣することができません。というのも、黒海に渡るためには、地中海側からトルコの管理するボスポラス海峡を通行しなければなりません。トルコは、この戦いにおいては中立を宣言し、新たな軍艦が黒海に入ることを制限しています。ただし、軍艦とその乗員たちは残ってはいますが、その付随する陸上戦力などにおいては、かなりウクライナの戦場に送り込まれていると言われています。衛星の監視映像などに残る対空兵器や軍用車両類などについて言っても、極東地域に配備されていたものの数が減少し、ウクライナに送られたのであろうといったことが推定されています。ですから、現在の極東地域におけるロシア軍の戦力はかなり減少しているものとみられます。それだけにむしろ威圧の度合いを高めているとも考えられます。戦力が減少したのをそのまま大っぴらにすることなく、むしろ強がって見せる方が彼らなりには一応筋は通るのかもしれません。なお、北海道で行われるミサイル発射訓練なのですが、この狙いとしては、ロシアに対する何かメッセージを伝えるものではなく、単純に中国を見据えてミサイル発射訓練を行うものだと言われていますから、ロシア側が抗議するのも、そもそも見当違いと思われるものです。しかし、もしもそのような形で中国を念頭にしたミサイル発射訓練にロシアが過剰反応するというのであれば、これをちょっと利用して北海道での大規模演習などを繰り返す方がロシアを疲弊させることに役立つかもしれません。現在の日本は攻撃されない限りは軍事行動を起こさないという専守防衛の理念に基づいた国です。そうした意味では演習をいくら行ったところで何の威圧力も本来はないはずなのですが、戦力が大幅にダウンしている極東地域におけるロシア軍にしてみると、なんだか北海道でやたらと大規模な演習が行われるなというのを見ただけで、ちょっと怖いのかもしれません。ロシア軍が北方領土その周辺における海域で演習を行うというのも、戦力が大幅にダウンしている状態において引っ込むのではなく、いやいや我々は軍事力がしっかりと温存されているのだという、ちょっとしたアピールをするための空元気のようにも私には見えます。日本政府は今回の件に関して抗議をしていますが、同時にこのような機会を利用して日本国内向けにソ連軍が北方領土に軍事侵攻し、それに伴って以後不法に居座り続けていることなどをもっと国内にアピールすべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。